武術大会の優勝者ジン選手以下3名がご来場。開門。ハーケン門もそうだったけど、この城門も迫力あるわね。それにさすが王城だけあって堅牢そうな作りをしてますね。そりゃ難攻不落の城だからな。建国以来アーネンベルクを外敵が突破したことはないが、貴族の反乱で王都が戦火に包まれたことは何度かあったんだ。だけどその度にこの城は反乱軍の突入を撃退して王家の方々と避難民を守った、そんな話が残っているくらいさ。へえ、そんなことがあったんだ。歴史ある国ならではの古き良き逸話ってやつだな。さてと、ようこそ女王陛下のグランセル城へ。そのまま中に入ったら案内係が待っているはずだぜ。それでは皆さん、良き夕べを。当然といえば当然だけど、今まで見てきたどの屋敷よりも圧倒的に豪華だね。ただ豪華なだけじゃなくて歴史と伝統を感じさせる壮麗さ。つくづく古き王国の格式と伝統を感じさせるね。ようこそグランセル城へ。ジン選手ご一行でいらっしゃいますわね。ゲゲ、カノーネ大尉。予想してなかったわけじゃないけど。ああ、そうだ。公爵さんの招待を受けて参上した。あんたは？申し遅れました。グランセル城の警備を担当する情報部のカノーネ大尉と申します。ジン選手ご一行におかれましてはご優勝おめでとうございます。試合を拝見させていただきましたが、凛々しくて本当に素敵でしたわ。いやあ、それほどでも。そちらこそその若さと美貌で軍の大尉とは本当に驚きですな。よほど優秀でいらっしゃるのだろう。まあお上手でいらっしゃいますこと。でもそちらの若き遊撃士殿ほどではありませんわ。エステル・ブライトさん、ヨシュア・ブライトさん、サイスでの事件以来ですわね。そうね。ご無沙汰していました。あいにくですがラッセル博士の一件はまだ解決していないのです。どうやら博士と孫娘さんを誘拐した不届き者がいるらしくて、エステルさんたちにお心当たりはないかしら。さあ、全然心当たりないわね。あの事件は声優劇士に任せて僕たちは王都に向かいましたから、その後の続報も聞いていません。そうそれは本当に残念ですわ。まあ情報部の力をもってすれば誘拐犯の逮捕も時間の問題でしょう。楽しみに待っていてくださいね。このめぎつね。わかりました。博士は僕たちにとっても恩人なのでよろしくお願いします。それはもちろん。さて、それでは皆さんをお部屋までご案内申し上げましょう。シアさん、あとはお任せしてもいいかしら。はい、お任せくださいませ。念を押しておきますが、お客様につまらない話をして失礼をかけることがないように。いいですわね。はい、分かっております。
それでよろしい。それでは皆さん、良き夕べをお過ごしください。私はこれで失礼しますわ。なかなかいい女だね。ジンさん悪趣味ね。あんなメギツネっぽいののどこがいいっていうのよ。ああいう人がジンさんのタイプなんですか？ああいうのに限って根が純情だったりするんだよな。そのギャップがまたそそるっつうか。ダメだこりゃ。どうでもいいけどなんだかおじさんっぽいわよ。ゴーン。ああ、ごめんごめん。私たちを部屋まで案内してくれるんだっけ？はい、ご案内させていただきます。申し遅れました。私、次女のシアと申します。今夜の晩餐会から明日まで皆さんのお世話をさせていただきます。何か不便がございましたらいつでもお申し付けくださいませ。ああ、よろしく頼むぜ。それでは部屋まで案内していただけますか？はい、お部屋はお2階にございます。
エステル様にヨシア様。やっと会えましたわね。お二人が訪ねてきてくださるのを今か今かと待っていましたのよ。クラウス市長から聞いたんですの。お二人が武術大会に出場して見事優勝して晩餐会に招かれたって。はあ、そうと知っていれば他の仕事を全部投げ打ってでもお二人の応援に来ましたのに。お言葉ですが、お嬢様、その時はお嬢様ご自身が後々苦労することになるだけでは。そんなの分かってますわ。おお、来たか、エステル君、ヨシワ君。久しぶりだのう。今日の定期戦でルーアンから飛んできたのだよ。それよりも市長から聞いたよ。武術大会で優勝したそうだね。ジル君たちが聞いたら喜ぶだろう。
おお、エステル君、ヨシュア君。君たちの方こそまさか武術大会で優勝してグランセル城に入り込むとはな。いやはや、さすがカシウスさんの子供たちだ。こんなところで何をなさっているのですか？もうすぐ晩餐会ですから、一旦控室に引き上げます。ところで、こちらのお客様は？無礼者！あなた方は王城の招待客を侮辱するおつもりですか？たとえ招かれたのが公爵閣下でも、城を来訪された方は陛下のお客様。そのことを忘れてもらっては困ります。そのことは聞き飽きました。申し訳ありません、お客様。警備上の理由で女王宮の付近に近づくことは禁じられています。できれば晩餐会が始まるまでお部屋でお待ちくださいませんか？
お客様の前で見苦しいところをお見せしましたね。申し遅れました。私の名はヒルダと言います。グランセル城の助官長として次女の監督に当たっております。おや、失礼ですが面識がありましたでしょうか。この筆跡はわかりました。ここでは何ですから次女たちの控室に参りましょう。そこで話を伺わせていただきます。
皆様大変長らくお待たせしました。公爵閣下ご入室でございます。いやいや、諸君、待たせてしまって申し訳ない。少々打ち合わせが長引いてしまったものでな。彼はリシャール大佐、王国軍情報部の責任者でな。テロ事件を解決するために日夜尽力してくれているので、例の意味も込めて招待した。お初にお目にかかります。王国軍情報部のリシャールです。公爵閣下の格別のご好意で晩餐会に招待していただきました。無粋な軍服で失礼ですが、どうか同席をお許しいただきたい。まさか大佐と一緒のテーブルで食事するなんて。予想はしていたけど、やっぱり少し緊張するね。いや、愉快愉快。どうかね、メイベル市長。王城のグランシェフの腕前はボースのアンテローゼにも負けずとも劣らずの味ではないか。素晴らしい腕前ですわ。ワインとの相性も完璧ですし、思わず引き抜きたくなりますわね。そなたが言うとあながち冗談には聞こえないな。どうだ、ジンとやら東方人のそなたの口には合うかな。いや、大変結構ですな。無情報な自分の舌にもわかる洗練された深みと味わい、リベール料理の真髄を味わっているような心境です。そうだろう。どうだ、若き遊撃士たちよ。こんな豪勢な料理は今まで食べたことがなかろう。確かにめちゃめちゃ美味しいです。招待してくれた人はともかく、料理だけは本物かも。そうだろう、そうだろう。本当に素晴らしい料理ですね。それに今までこういう正式な席に呼ばれる機会がなかったので、とても勉強になります。招待してくださって本当にありがとうございました。なかなか首相でよろしい。しかし執事から言われてようやく思い出したのだが、そなたたちとはルーアンの事件で一度顔を合わせていたのだな。なんとも奇妙な縁があったものだ。そうですね。執事さんから言われるまで思い出せなかったわけね。さあ、今夜は無礼講だ。料理も酒もたっぷりあるから遠慮なく追加を申し出るがいい。公爵閣下、その前に例の話を済ませてしまってはいかがですか。おお、そうだ、その話があったか。実は王国を代表する諸君らに集まってもらったのは他でもない。この晩餐会の席を借りてある重大な発表をしたかったのだ。ほう、重大な発表。それは一体どのようなお話でしょうか。ここから先は私の代わりにリシャール大佐に説明してもらおう。恐縮です。女王陛下がご不調なのはすでにご存知のことかと思います。ですが徐々に回復なさっているため、すぐに元気な姿を見せてくださるでしょう。おお、それはよかった。では陛下へのお見舞いは許していただけるのかしら。あいにくですが、
陛下のご意向でそれは遠慮してほしいとのことです。ただ数日中に王都近辺を騒がすテロリストどもは一掃できる公算です。そのことと合わせて女王生誕祭は予定通りに執り行われるでしょう。市民も楽しみにしているだろうからめでたいことではありますな。だが話というのはそれだけではないのでしょう。確かにそれだけならば連絡してくれれば済みますからな。察しが良くて助かります。女王陛下が回復されつつあるのは先ほど述べた通りなのですが、陛下は今回のご不調を理由にある決断をなされたのです。その決断とはすなわちご自身の大位とこちらにおられるデュラン公爵閣下への王位継承です。なんですと？本当ですの？よしはこれってとうとう陰謀が姿を現したね。私も戸惑ったのだが、陛下が存外弱気になられてな。無理もない。40年近くもの間、激動の時代に翻弄されたリベールを女性の身で導いてくださったのだ。そう思うとこの生誕祭を最後に俗事から解放して差し上げたい。王位継承権を持つ身としてはそう決意した次第なのだよ。なんと陛下がそこまでお悩みになっておられたとは。毎年お会いしているというのに気づけなかったとは情けない。しかしこのようなお酒の入った席で聞くにはあまりにも重大すぎる内容ですわ。失礼ですがどこまで現実性のあるお話なのでしょう。メイベル市長、閣下のお言葉が信用できないとそうおっしゃられるか？そうは言ってません。ただ市長には選挙があるように王位継承にもしかるべき手続きがあるのではないかということです。そうですな。できれば陛下から直接今のお話を伺いたいものです。皆さんの動揺も理解できます。ですがどうか冷静になって今の話を受け止めていただきたい。先ほど申し上げたように生誕祭には陛下ご自身の口から発表されることになるでしょう。真偽はその時に確かめれば済むことではありませんか？それは。問題なのはこの件が公表された時に一般市民にどう影響を与えるかです。いたずらな混乱を避けるためにも各種の責任者である皆さんに前もってことを伝えておきたい。公爵閣下はそう判断なさったのです。まあそういうことだな。そして陛下の大位ともなれば事態はリベール国内にとどまりません。大陸諸国の目、とりわけ北の脅威たるエレボニアの反応も気がかりでしょう。まさにここにいる我々が新たなる国王陛下を盛り立てながら一致団結をしなくてはならない、そんな時期が迫っているのです。なんかもっともらしいことを言ってるんですけど。大したアジテーターだね。正式決定は生誕祭の時に陛下から直接伺うとして心の準備をしておくようにと、つまりそういうことですか？理解していただいて幸いです。確かにそういうことになったらわしらも忙しくなりそうじゃな。そうですわね。市民へのアナウンスもありますし。一つお伺いしたい。公爵閣下に王位継承権があるのは私も存じておるが、確か同位の継承権を持つ方が他に
にもいらっしゃったはずですな。それは陛下のお孫さんにあたるクローディア殿下のことですね。確かに王室典範上の規定では公爵閣下と同意ではありますが、まだ年派もいかないという理由で陛下は閣下の方を押されたようです。先ほどの話にもありましたが、女性の身に余るほどの重責を姫に負わせたくなかったのでしょう。そうなのだ。まあクローディアには良い縁談を探してやるつもりだ。非公式だがすでに他国の王家から何件もの申し入れがあってな。ひょっとしたら今年中にも縁談が実現するかもしれんのだ。お話は分かりました。そうなるとおめでたい話が2つも続くというわけですな。姫様がご結婚されるには少々若すぎるとは思うが。ちょいと失礼、一つ質問してもいいですかね。ジンさん。ほう、構わん、言ってみるがいい。失礼だが今耳にした話は自分たちのような部外者が聞いていい話とは思えません。まして自分は王国人でもない。なのになぜこのような席でわざわざ発表されたのでしょう。それは優勝した君たちが偶然にも遊撃士だったからだ。陛下の大位という重大な情報はギルドにも事前に伝えたかった。そう私が閣下に提案したので聞いてもらうことになったのだよ。なるほど。リベールでは軍とギルドがいい関係を結んでいるという話はどうやら本当だったようですな。帝国や共和国ほど軍事力が充実していないからね。手を結ばざるを得ないというシビアな現実があるのだが、いずれにせよ真意はご理解いただけたかね。了解しました。今日この席で知った情報は王都支部にも伝えておきましょう。おや、君たちは。エステル君とヨシュア君か。こうして面と向かって話すのは初めてではないかな。
交わした言葉は少なかったが、君たちは非常に印象的だったからね。気になって調べてみたら驚いたよ。まさかカシウス大佐のお子さんたちだったとはね。伊達に情報部を名乗っているつもりはないよ。カシウスさんには彼が軍にいた時にお世話になった。それこそ言葉では言い表せないほどね。どうだろう、これから少し話に付き合ってくれないだろうか。君たちとは前から一度個人的に話をしてみたかったのだ。大佐殿、これから公爵閣下との打ち合わせがあるのでは？少しくらい遅れても構わんよ。そうだな、話すのだったら奥の談話室を借りるとしようか。アルコール抜きのカクテルでも振る舞わせてもらうよ。それでしたら私がお作りしますわ。いや、それには及ばない。君は公爵閣下のところに行って私が遅れる旨を伝えてくれたまえ。了解いたしました。それでは失礼しますわ。さてと、私たちも談話室に向かうとしようか。それではついてきたまえ。カシウスさんと出会ったのは私が士官学校を出たばかりのことだ。当時彼が率いていた独立機動部隊に配属されてね。それ以来彼が軍を辞める時まで公使にわたってお世話になったんだ。一言で言うと英雄だったかな。牽制とまで言われた技のさえ、あらゆる戦況に柔軟に対応できる立体的かつ多面的な指揮能力、単なる戦術にとどまらない高度な戦略レベルでの部隊運用、どれをとっても並ぶ者はいなかった。ああ、カシウスさんの下で戦ったよ。今でも覚えている。彼が立てた奇跡のような作戦を実行した時の熱気と興奮を。あの時のことを話し始めるといくらあっても時間が足りないからまたの機会にさせてもらうが、ただこれだけは断言できる。あの時カシウス・ブライトという男が王国軍にいなかったら、このリベールはエレボリアに吸収合併されていただろう。信じられないようなことを成し遂げたから英雄なのさ。もっとも戦後すぐに退役して女王陛下の勲章すら誇示されたから名前が知られることはなかったが、今でも一部の軍人の間ではカシウス大佐の名は英雄の代名詞だ。いや、君たちを見て少し安心した。カシウスさんが軍を辞めるとき、
私は必死に引き止めたものだが、どうやらその選択は彼にとって正解だったらしい。君たちがそばにいたのなら、奥さんを亡くされた悲しみからきっと立ち直れただろうからね。さてと、付き合ってくれてありがとう。あまり公爵閣下を待たせるわけにはいかないから、私はこれで失礼させてもらうよ。いや、君たちは一番知りたかったことを教えてくれた。これで未練はなくなったよ。近いうちにまた会う機会もあるだろう。その時にはカシウスさんとも一緒に話せるといいのだが。エステル殿、ヨシュア殿、お待ちしていましたよ。ずいぶん遅うございましたね。ごめんなさい。なんかリシャール大佐に捕まっちゃって。大佐にですか？僕たちの父のことについて昔話を聞かせてもらいました。こちらの動きについては気づかれてないと思います。そうですか。紹介状によると、あなた方はカシウス殿のお子さんということでしたね。リシャール大佐が考えを抱くのもわかる気がします。ヒルダさんも父さんを知ってるんですか？昔はモルガン将軍の副官として王城によく来てらっしゃいました。亡き王子、陛下のご子息のご学友だったとも聞いております。亡き王子って？クローディア姫のお父上にあたる方ですね。ええ、15年前の海難事故でお亡くなりになられました。王子さえ生きていらっしゃれば、このような事態は起こらなかったでしょうに。起きてしまったことを悔やんでも仕方ありませんね。夜も更けてまいりました。早速支度をしていただきます。シア、いらっしゃい。あれ、あなたは？確かシアさんとおっしゃいましたね。どうも、エステル様、ヨシュア様。事情は伺わせていただきました。この子のことは信用してくださって結構です。姫様が城にいらっしゃる時にお世話をしている次女ですから。姫様ってクローディア姫のことね。それなら問題ありませんね。恐縮です。では用意した制服にそれを通していただけますか？リボンやカチューシャなど細かいところは
私が整えさせていただきます。ひょっとして。ええ、エステル殿には次女と同じ格好をしてもらって女王宮に入っていただきます。多少髪をいじらせていただければ見張りにも気づかれないでしょう。なるほど。確かに制服というのは個性を隠しやすいですからね。潜入するにはもってこいかもしれません。へえ、メイドさんの服か。リラさんとかを見ていていいなって思ってたのよね。ヒラヒラしてて可愛いのにすごく動きやすそうなんだもん。動きやすくないとお掃除の時に困りますから。あ、やっぱりそうなんだ。早速着させてもらおっと。嬉しそうだな。はしゃぐのはいいけど陛下に失礼のないようにね。今度ばかりは僕もついてはいけないからね。どうして？ヨシュアも着替えるんでしょ？エステル殿？だってヨシュア学園祭の劇でお姫様の格好をしてたじゃない。ドレスもメイド服も同じでしょ？あれはお芝居じゃないか。女王陛下にお会いするのに女装するなんてちょっと。大丈夫大丈夫、全然みっともなくないから。だってヨシュアのお姫様姿すっごく綺麗だったもん。また冗談はやめてよ。ヒルダさんたちからも何とか言ってやってください。なるほど、確かに問題なさそうですね。シア、確か姫様のためのヘアピースがありましたね。はい、一度も使われていないものが。長い黒髪ですからヨシュア様にもお似合いかと。ちょっと。それじゃあ3対1の多数決でファイナルアンサーってことで。ではこちらにどうぞ。更衣室になっていますので。ちょっと待ってよ。僕は着替えるなんて一言も。分かったから。服くらい自分で脱げるってば。シアさん、化粧までするんですか？最近の若い子たちと来たら。まあ、じゃーん。どうでしょうか？とってもよくお似合いですわ。白働きに来たばかりの活発で朗らかな次女見習い。そんな説得力は十分ありますね。髪も下ろしていますから気づかれることはないでしょう。なんでしたらこのままグランセル城で働きますか？遊撃士の仕事もあるからそれはちょっと。それよりもちょっとヨシュア、早く出てきなさいってば。ああ、どうしても出ないとダメかな。ダメ。うだうだ言ってると引きずり出しちゃうわよ。分かったよ。もうしょうがないな。これはまた怖いくらいにお似合いですね。ですよね。まったく女の私よりも様になってるっていうのは一体どういうことなのかしら。お化粧のしがいがありましたわ。もういいです。何とでも言ってください。さて準備は整ったようですね。
それではこれから女王宮へと案内させていただきます。あくまで侍女見習いとして扱いますので、そのおつもりで。はい、わかりました。いよいよ女王様と会えるのね。うん、ここが正念場だね。気を引き締めてなんとか女王宮に入らないと。その格好でシリアスに行っても似合わないかも。悪かったね、シリアスが似合わなくて。こんな格好させておいてよくもまあ抜け抜けと。ごめんごめん、そんなにすねないでよ。今度アイスクリームでもおごってあげるからさ。ふん、君じゃないんだから食べ物でごまかされたりしないよ。私がいつ食べ物でごまかされたのよ。本当に仲がいいんですのね。時間がありません。さっさと女王宮に行きますよ。陛下に頼まれていた紅茶と食器類をお持ちしたのです。このような事態になって陛下も何かと不自由なさっていらっしゃるようですからね。公爵閣下の命令で補充した新米の侍女見習いです。今日城に入ったばかりです。どうも。やば。年頃の娘をそんな風にじろじろ見るとは何事ですか。もしやよからぬことを考えているのではないでしょうね。何かあったら公爵閣下や大佐殿に抗議させてもらいますよ。ならば良いのです。ところでいい加減通していただけないでしょうか。陛下、失礼します。先ほどお話ししたエステル殿とヨシュア殿をお連れしました。ご苦労様でした。どうぞ入っていただいて。かしこまりました。私はここで待たせていただきます。さあ、お二人はどうぞ中へ。はい。失礼します。ようこそいらっしゃいましたね。私の名は
アリシア・フォン・アウスレーゼ、リベール王国第26代国王です。エステル・ブライトです。遊撃士協会の準遊撃士です。同じく準遊撃士のヨシュア・ブライトと言います。お初にお目にかかります。エステルさんとヨシュア殿ね。あなたたちに会えるのを本当に楽しみにしていました。大したもてなしはできませんが、お茶の用意くらいはできます。どうぞゆっくりしていってくださいな。そう、ラッセル博士はそんなことを。あらゆる動力現象を停止させる漆黒のオーブメント、そんなものを大佐は手に入れているのですか。博士は女王陛下ならばリシャール大佐がそれを何に使うかわかるかもしれないと言いました。何か心当たりはありますか？一つだけ心当たりがあります。ですが大佐がそれを知っているとは思えません。私の思い過ごしであるといいのですが。その心当たりっていうのは。あなたたちにならお話ししても構わないでしょうね。十数年前、この王都の地下に巨大な動力反応が検出されたのです。その調査に当たってくれたのが中央工房のラッセル博士でした。巨大な動力反応。王都の地下ということは地下水路の近辺でしょうか？いいえ、水路よりもさらに深い地下から検出されたそうです。博士は未だ機能を失っていない古代文明の遺物が埋まっているのではないかとおっしゃっていました。古代文明の遺物って？アーティファクトと呼ばれる古代動力機のことだね。大半は塔の頂上の装置みたいに機能が死んでしまっているけど、稀にダルモア市長の家宝のように機能が生きているものもあるみたいだ。そんなものが王都の地下に。それじゃあゴスペルってのは。埋まった異物の機能を停止させるために使われる、その可能性があるということですね。ええ。ですがその遺物がどんなもので何のために埋められたものかははっきりしていないのです。ラッセル博士の調査自体も非公式で行われたものですし、大佐がどこで存在を知ったのか私には不思議でなりません。そうですか。いずれにせよ良くないことが起こる可能性がありそうですね。まったく、ちょっと見直したのにろくなことを考えていないわね。みんなに迷惑がかかるんだったらまさしく遊撃士の出番だわ。なんとかして大佐を阻止しないと。さすがはカシウス殿のお子さんたちね。陛下も父と面識が終わりだったんですか？亡くなった息子の友人でしたし、王国を救った英雄ですからね。軍を辞めて遊撃士になってからも依頼を通じてお世話になりました。そうだったんだ。それは知りませんでした。彼の性格を考えれば知らないのも無理はありませんね。ひょっとして10年前の戦争で彼がどのように活躍したのか、そのこともご存じないのかしら。詳しいことはあんまり。
ならばこれは私の役目なのかもしれませんね。エステルさん、ヨシュア殿、少々年寄りの昔話に付き合っていただけませんか？はい、もちろん。拝聴させていただきます。10年前の春のことです。エレボニア帝国の南部である痛ましい事件が起こりました。未だ原因が分かっていないため、事件についての説明は省かせてもらいますが、その事件をきっかけに帝国はリベールに宣戦布告をしたのです。後に100日戦役と呼ばれる不幸な日々の始まりでした。帝国軍は宣戦布告と同時に大兵力をもってハーケン門を突破。リベールは王都を除いて瞬く間に全土を占領されました。侵攻してきた兵力は王国軍のおよそ3倍だったと言われています。カルバードからの援軍も間に合わず、もはや王都が占領されるのも時間の問題かと思われました。しかし開戦から2ヶ月後、誰もが予想しなかった形で戦局が大きく変化したのです。当時開発されたばかりの警備飛行艇が各地方を結ぶ関所を奪回し、帝国軍の連絡網を断ち切りました。そしてレイストン要塞から王国軍の総兵力が水上艇で出撃し、各地方を奪還していったのです。ファイス、ルーアン、ボース、ロレント、各地を占領していた帝国軍の師団は補給を断たれ、撃破されました。この反攻作戦を立案した人物こそカシウス・ブライト大佐、モルガン将軍の右腕であり、リシャール大佐の上官だったあなたたちのお父様だったのです。その後、遊撃士協会と七葉協会の仲裁もあって、ようやく戦争は終結を迎えました。しかしこの時、カシウス殿は大切なものを失っていたのです。それはレナ・ブライトさん、エステルさんのお母様でした。あの時計塔は反攻作戦によって追い詰められた帝国軍師団の抵抗により破壊されたのです。そしてあとはあなたも知っている通り、カシウス殿は奥様の死すらも見届けることができませんでした。そんな事情だったなんて。自分が立てた作戦が結果的に奥様を死なせてしまった。その自責の念からカシウス殿は軍を辞めて遊撃士の道に入りました。残されたあなたのそばにいるために、そして今度こそ自分の手で愛する人々を守れるように。バカよ、父さん。父さんのせいでお母さんが死んじゃっただなんて、そんなことあるわけないのに。エステル。ええ、そうですとも。すべては大切な民を守れなかったこの力なき女王の責任なのです。ごめんなさい、エステルさん。お母様を守ることができなくて、そのことをずっと謝りたいと思っていました。謝
謝る必要なんてありません。女王様は戻ってきた平和をずっと守ってくださった。父さんたちは必死になってこの国を守ってくれた。お母さんは命がけで私のことを守ってくれた。それで十分だと思うんです。エステルさん、ありがとう。優しい子ね。あなたに会うことができて本当によかった。今心からそう思えます。女王様。でもだからこそあなたには危険なことをしてほしくありません。これ以上今回の事件に関わりを持ってほしくないのです。でも私たちユリアさんに女王様の助けになるように頼まれて。ありがとう。その心だけいただいておきますね。カシウス殿の留守中にあなたに万が一のことがあったら、今度は何とお詫びしていいのか。どうかロレントのお家に帰ってお父様の帰りを待っていてください。ですが女王陛下、父カシウスが取り戻し陛下が守り続けてきた平和が今まさに揺らごうとしています。ヨシュア殿。ゴスペルの件もそうですが、このまま大佐の狙い通り公爵閣下が国王となった場合、その平和はどうなるんでしょうか。そのことを考えていただきたいんです。女王様、私たち遊撃士になって父さんの代理で仕事をしました。それから空賊事件に関わって手紙が届いて、変な小包を開けてそのまま各地を旅してきて、まるで父さんに背中を押されてここまで来たような気がするんです。だから私も守りたい。平和に暮らせる幸せな毎日を。今まで知り合った私の大好きな人たちを、女王様やお母さんたちみたいに私なりの方法で守りたいんです。エステルさん、本当にあの子の言う通りだったわね。私も覚悟を決めました。エステルさんたちを通じて遊撃士協会にあることを依頼させてもらおうと思います。女王様。陛下、何なりとおっしゃってください。依頼内容は情報部によって捕らわれている方々の救出です。これは私の孫娘であるクローディアのことも含みます。そっか、やっぱりお姫様もどこかに捕まってるんですね。ええ。思えば今回のクーデターは私があの子を次期国王として襲おうとしたことから始まりました。デュナン公爵ではなくですね。ええ、こう言ってはなんですが、我が仰いながらデュナン公爵はいろいろと問題の多い人物でした。対して未熟ではありますが、孫娘には光るものがありました。王国の未来を考えた結果、私はクローディアを襲おうと心に決めたのです。姫様のことはほとんど知りませんけど、それってどう考えても正しい判断だと思いますよ。ですが、いつの世にも女性が権力を持つことに反対する向きはあるものです。ましてや
大国から侵略を受けた記憶もまだ新しい現在、2代続けての女王による統治が結果的に国を弱くしてしまう、そう考える人物が現れたとしても何ら不思議ではなかったのです。なるほど、それがリシャール大佐ですか。その通りです。彼は私がクローディアを次期国王に襲おうとしていることをいつの間にか掴んでいました。そしてその事実を公爵に伝えて今回のクーデターを決行したのです。すべては公爵を影から操り、リベールを周辺の大国に劣らぬ強大な軍事国家にするために。なるほど、ようやく事件の全貌が見えてきました。強大な軍事国家にする、それって具体的にはどうするの？いろいろ考えられるよ。税率を上げて軍事費を増大したり、大量破壊を目的とした動力兵器を開発したり、大規模な徴兵制を採用したり、リベールでは認められていないイェーガーとの契約を合法化したり。そんな。まさに同じようなことを大佐は私に要求しました。それは純粋な愛国心から来る発言だと思えたのですが、私はどうしてもそれが正しいとは思えなかったのです。国を守っているのは軍事力だけではありません。他国と協調していく外交努力もそうですし、技術交流や経済交流を通じて諸国全体を豊かにすることだって国を守ることにつながるはずです。まさに陛下のおっしゃる通りだと思います。お互いが死んじゃわなくちゃ。ですが大佐はその考えをめめしい理想論と断じました。そしてクローディアの安全と引き換えに大位を要求したのです。多くの者が家族を人質に取られ、大佐に逆らえなくされています。ですが私は女王です。肉親への情のために国の未来を売り渡すことはできません。ただそうは言ってもあの子は私のたった一人の孫娘。見殺しにはしたくないのです。女王様、どうか安心してください。依頼の旨しかと承りました。必ずや姫殿下を含めた囚われの方々を救出いたします。ありがとうエステルさん、ヨシュア殿。これで大佐の脅しにも最後まで屈さずに済みそうです。他にも依頼はないんですか？ゴスペルの件もあるし、ここから女王様を逃がすことだって不可能じゃないと思うんです。ありがとうエステルさん。ですが私が逃げたところで事態が変わるわけではありません。それとゴスペルに関してはいくつか気になることがあるのです。私から大佐に真意を問いただしてみようと思います。
ええ、そうさせていただきます。くれぐれも陛下に失礼のないようお願いします。頼もしいことで何よりです。それでは私たちはこれで失礼させていただきます。どうも。失礼いたします。余計なお世話よ。じゃなくて、おほほ精進して女を磨きますわ。カリンと申します。ありがとうございます。私もこの名前はとても気に入っています。そのくらいにしてください。これ以上は下心ありとみなしますよ。ヨシュアってばモテモテね。あの連中、ヨシュアが名乗ったら目の色変えてたもんね。そんなことないってば。君だって結構話が弾んでいたじゃないか。私の時はあの連中別に緊張してなかったもん。なんだかちょっと自信なくなっちゃったな。何を騒いでおるのだ。これは公爵閣下。なんだ、助官長ではないか。あや、なんだその侍女たちは。見たことのない顔だが。新しく入った侍女見習いのシェラとカリンと申します。まだ城内に不慣れなものでいろいろ案内しているところです。おや、気づかれた？まずいな。この人とは何度か会っているから気づかれてもおかしくない。なんだフィリップ、まじまじと顔を見つめて。堅物のお前にしては随分と珍しいではないか。これは失礼しました。私の姪に似ていたので一瞬目を疑ってしまいまして。お嬢さん方、申し訳ございませんでしたな。いえいえ。どうかお気になさらずに。見ればどちらもなかなかの上玉ではないか。特に栗色の髪の方は健康的ですこぶるいいの。黒髪の方はもう少々腰に張りが欲しいところだな。恐縮です。そうだな。シェラとやら、今夜の都議を申しつけるぞ。
公爵閣下？ねえ、研ぎって何？なんて言えばいいのか。閣下、いくらなんでもお戯れが過ぎますわよ。城勤めの侍女はすべて女王陛下に仕える身です。そのことをお忘れですか？わかったわかった。めってく冗談の通じないやつだ。どうせ1週間後にはこの城は私のものになるのだ。その時までのお楽しみにとっておくとしようかの。閣下、いい加減になさいませ。暴飲暴食ならともかく、色に走るなど言語道断。このフィリップ1名をとして追い攻めさせていただきま。だから冗談だと言っているであろうが。もういい、今夜はとっとと休むぞ。さすがは閣下でいらっしゃいます。そちらが閣下の部屋です。足元にお気をつけください。そうだ、シェラとやら困ったことがあったら遠慮なく私に相談するがいい。次期国王自ら親身に相談に乗ってやろう。どうもありがとうございます。ういやつじゃ。愉快愉快。どうもお騒がせしました。多分閣下は明日の朝になれば何も覚えてらっしゃらないでしょう。どうかご安心くださいませ。そう願いたいものですわね。本当に申し訳ありません。夫人、お嬢様方、それでは失礼いたします。あの男と来たら相変わらず余計な苦労を背負い込んでいるようですね。あれ、ヒルダさんってフィリップさんと知り合い？幼い頃からの知り合いです。もっとも今では仕える方も立場も隔たっていますが。そうだったんですか。確かにフィリップさんって見るからに苦労性な感じよね。公爵が大佐にそそのかされてる状況にハラハラしてるんじゃないかしら。その可能性は高そうだね。そういえばエステル、君だってモテてるじゃないか。公爵は君の方が好みだってさ。なんだかちっとも嬉しくないんですけど。ところで結局研ぎって何だったの？それはエステル殿、そのようなことを殿方に聞いて困らせるものではありませんよ。お耳を拝借。理解できましたか？全く無防備なんだから。
こんな時間に何をしてらっしゃるのかしら。こんばんは。いくら招待客とはいえあまり感心しませんわね。子供が夜歩きをするには遅すぎる時間ではないかしら。おーエステル、ヨシュア、こんなところにいやがったが。染み渡るね。おっと、これは失礼。誰かと思えばべっぴんの女士官殿もご一緒でしたか。いやー、なんと言いますか、妙な偶然もあるもんですな。やれやれ。どうやらうまいことごまかせたみたいだな。え？ジーンさん、酔ってたんじゃないの？ありゃ演技だ演技。酒なんざ一滴も飲んでないぜ。嘘！顔だって赤かったし。気を巡らせて血行を良くし、酔ったように見せかける東方武術における気功というものじゃないですか。ほう、そんなことまで知っているとは驚きだぜ。
まあ困ってたみたいだからちょいと口出しさせてもらった。どうだ、助かっただろ？もうジンさんってばほんと人が悪いんだから。確かに助かったけど本当に驚いちゃったんだからね。はは、悪い悪い。それでどうだったんだ？どうだったって何が？決まってるだろう。女王陛下との会見のことさ。なんですって？どうしてジンさんが？もしかしてエルナンさんから何か聞いていたんですか？受付の兄ちゃんからは何も教えてもらってないぜ。ま、釜をかけさせてもらったというところかね。釜って何の情報もなしにそんな推測はできませんよ。じいさん、あなたは何を知っているんですか？ようやくこいつをお前さんたちに見せられるな。手紙？この筆跡は。まあとりあえずそいつを読んでみてくれ。大体の事情はわかるはずだ。背景、ジン・バセック殿。ご無沙汰しているがお元気だろうか。急いでいるのでざっくばらんな書き方になることを許してほしい。実はイエーガー絡みの事件で帝国方面に向かうことになった。しかしリベール国内でも妙な勢力が動き始めているらしく、若手だけに任せるのは少々心もとない。そこで君に頼みがある。私の留守中リベールに来て何かあったら若い連中を助けてやってもらえないだろうか。君はリベールは初めてらしいから物見遊山しながらでも構わない。女王生誕祭の前には外国人も参加できる武術大会も開かれるから、いいカモフラージュになるだろう。突然の話で戸惑われると思うが、もし手が空いていたらお願いする。女王生誕祭までには戻るから、その時にはまた一緒に飲もう。カシウス・ブライト。推進。もしかしたら私の娘と息子に会う機会もあるかもしれない。ギルドの見習いをやっているので、その時は遠慮なく鍛えてやってくれ。少々のことなら手を貸さずに自分の力で切り抜けさせてほしい。これってジンさんは父に頼まれてリベールに来たんですか？そして父は今エルボニアの方にいるんですね。まあそういうことになるな。そういうことになるなって。要するにジンさん、父さんとグルだったんじゃない。グルとは人聞き悪いね。カシウスの旦那にはあの人がカルバードに来た時にいろいろとお世話になったんだ。いつか借りを返したかったからこの手紙は渡りに船だったのさ。そうだったんだ。いつ僕たちが父の子供だと分かったんですか？最初に会った時にエステルが棒術具を持ってたからなんとなくピンときてな。キリカに聞いて確信したわけだ。まったく、一言ぐらい教えてくれてもよかったのに。私たち父さんの行方がわからないでずっとやきもきしてたんだからね。それについては悪いと思ってる。ただ文面からカシウスの旦那が帝国に行くことを隠したがっているような気がしてな。しかしどうやらお前さんたちだけででかい仕事をやり遂げたみたいじゃないか。ねえヨシュア、もう話しちゃってもいいよね。うん、こうなったら事情を話した方が良さそうだ。僕たちだけで済ませるにはあまりにも大きい話だからね。なるほどな。
晩餐会での話を聞いてきな臭いとは思っていたが、よし、その依頼俺も手伝わせてもらうぜ。いいの？ああ、カシウスの旦那に恩返しする絶好の機会だからな。どうか俺にも協力させてくれ。私たちの方からお願いしたいくらいだってば。改めてよろしくお願いします。ここはこんな場所が存在していたなんて予想以上の規模だな。ロランス少尉、最深部まで案内できるかね。了解しました。おお、機械の化け物。ほう、古代のオーバーマペットか。すごい。あんな化け物を一頭で。君の方が反応は早かったようだな。やはり本気の君にはあまり勝てそうな気がしねえ。ご謙遜を。さすがは牽制より受け継ぎし神速の居合しかと見せていただきました。まだまだ未熟だ。だが時代の流れはあまりに早く、未熟者の成長を待ってはくれない。なんとかこの拙き両手で王国の明日を切り開かなくては。勇者たちよ、大いなる力への道は開いた。我らが愛するリベールの輝ける夜明けはもうすぐだ。諸君の働きに期待する。了解であります。我ら特務兵一丸となって大佐のために尽くす所存です。リベールの栄光のために、リベールの栄光のために。
あの時の記憶、あと少しで思い出せそうなんだが、まるでもやがかかったみたいに。おや、エステル君とヨシュア君か。ジンさんも一緒にどうしたんだい？とんでもない依頼？それは本当か？いや、そうじゃない。陛下の依頼というのも確かに驚きなんだが、大佐が手に入れたという漆黒のオーブメントというのは本当に存在するのか？ちょっと離れてろ。ああ、すまない。もう大丈夫だ。全部ではないが、ようやく思い出すことができた。そのショックで体が言うことを聞かなくなったみたいだ。前に話しただろ？ 3 ヶ月ほど前の事故さ。ああ、私はあの時ある人物に頼まれて黒装束の連中のことを調べていた。そして連中が運んでいた怪しげな代物を奪取したんだ。それは漆黒のオーブメントだった。ああ、君たちの父親のカシウスさんだ。私は急いでそのオーブメントを小包でカシウスさん宛てに送った。なんとかそこまでは思い出したよ。ああ、私のことだ。ラッセル博士に解析してもらうようメモに進言した記憶がある。そうか、あの小包は君たちが受け取ったのか。ああ、発着場を出た後、誰かに声をかけられて、その後はダメだ。もやがかかったように思い出すことができない。ああ、わかった。とりあえずあの時のことを思い出せただけでも上出来だ。すまない。肝心の話がまだだったな。
陛下の依頼の件は了解した。どうか私にも協力させてほしい。ああ、記憶を取り戻して逆に体が軽くなったくらいさ。落とし前をつける意味でもぜひとも協力させてほしいんだ。分かった。恩に切る。エステルちゃんにヨシュアくん、それにジンさんも。もうお城から戻ってきたんだ。なになに、面白い話でもあるの？なんだか楽しそうじゃない。こんなところで立ち話もなんだから、外の休憩所でも行こっか。ごめん、ちょっと混乱して事態が把握できてないみたい。よくわからないけど、みんなギルドに集まるのね。わかった、とりあえず行ってみるね。おっと、優勝チームのお出ましか。晩餐会で城に泊まったそうだが、もう帰ってきちまったのか。さぞかしうまいもんを食ってきたんじゃないのか。それどころじゃない。おいおい、マジかよ。不動の陣、あんたが動いているってことは疑う余地はなさそうだな。よし、分かった。俺も協力させてもらうぜ。分かった、後でな。あんたたちか。ジンの旦那まで一緒に一体どうしたんだい？なんだい、ただごとじゃなさそうだね。どうやら冗談じゃなさそうだね。関所と発着場が封鎖されてきな臭いとは思っていたが、事情は分かった。私はどうすればいい？了解だ。一足先に行ってるよ。
以上が現在進行している情報部のクーデター計画の詳細です。それを踏まえた上で大都市部は女王陛下の依頼をお受けしたいと思っています。まさかそこまで大それた陰謀が進行していたとは。見抜けなかった自分の不甲斐なさが腹立たしい限りだ。確かにあの特務兵って連中うさんくさそうだったけど、リシャール大佐がかっこよかったからつい信じちゃってたみたい。しかも空賊事件やダルモア市長の事件までも裏から操っていたとはね。随分とあたしらを舐めてくれるじゃないか。こりゃ落とし前をつけないとどうにも収まりがつかねえな。それでは皆さんも協力してくださるということで構いませんか？もちろんだぜ。遠慮なくこき使っておくれ。借りは返させてもらう。私も喜んで。うわー、すごいことになってきたわね。さすがに頼もしい限りだね。それでは具体的な救出作戦を練ることにしましょう。人質の命がかかっている以上、あまり悠長な作戦にはできません。多少力押しになりますが、拠点攻略の形を取りたいと思います。侵入ルートを探す時間はないし、確かにそれしか方法はなさそうだな。しかし離宮を攻略するとしたら役割分担はどうするつもりだい？陽動班と突入班の二手に分けるのが確実だろう。何らかの騒ぎを起こして離宮にいる戦力を引きつけてから、その隙に別動隊が突入する。しかし相手は王国軍の中でも精鋭にあたる情報部の特務部隊だ。欲を言えば陽動時の陽撃班と突入時の撹乱班も欲しいところだな。それってどういうこと？陽動して追いかけてきた敵を待ち伏せして叩くのが陽撃班。敵を混乱させて突入をやりやすくするのが撹乱班だね。なるほど。でもこの数じゃそんな役割分担は無理じゃない？ええ、残念ながら。他の支部にも連絡したのですが、発着場と関所が封鎖されているため、遊撃士がこちらに来れない状況です。そっか。こういう時にシェラネやアガットがいてくれたらな。ジンさんの言う通り、陽動と突入の2班だけではあまりにも危険が大きすぎます。何か別の案を検討した方がいいかもしれません。いや、足りない戦力は我々が補わせていただこう。あ、ユリアさん。おお、周遊道であったあの時のシスターじゃないか。お初にお目にかかる。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。あなた方の作戦に我々も協力させてほしい。
さてと、集合場所はここでいいのよね？アンバールの石碑のある休憩所だからここで合っているはずだよ。問題はユリアさんたちが見つからずに来れるかだけど。その心配は無用さ。いつの間に？よくそれだけの数が王都に潜伏できていたもんだな。我々の理解者は市民にも大勢いるものでね。こちらの準備はできている。いつでも作戦を始めてほしい。よし。エステル君、号令をお願いしたい。私が？もともと君たちが受けた女王陛下直々の依頼だ。ああ、お前さんの号令で始めるのが筋ってもんだぜ。でも私まだ新米だし。関係ないさ。あんたなら文句はないよ。ただしあんまり大声を出さないようにね。我々は手伝いだ。依存は全くないよ。エステル、自信を持って。細かいことは考えるなって。こういうのはノリさ、ノリ。全作戦要員に告げる。これよりエルベリ宮攻略および人質救出作戦を開始する。さすがに腹が減ったな。そろそろ交代時間じゃないか。おいおい、たるんでるぞ。いつ潜伏中の親衛隊が現れるかもしれんのだからな。逃亡してるのはどうせ10名にも満たない数だろう。そんな連中、大佐が本気になればあっという間に狩り尽くせるさ。やれるものならやってみるがいい。親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ。聞け、特務艇から連絡があった。どうやら親衛隊の残党がのこのこと現れたらしい。至急現場に急行し、これを機会に奴らを殲滅する。ラジャー。なんとか片付いたか。バカな連中だ。飛行艇をロックされている。簡単に使うことはできんぞ。おとなしく大佐に従っていれば命だけは助かったもの。己の顔面さを呪って死んでいくがいい。かかれ。遊撃士だと？貴様ら軍に歯向かうつもりか？あいにくだが君たちはすでに違法的存在だ。陛下のお墨付きがある以上遠慮なく行かせてもらうよ。よし、遊撃班が動いたぞ。まず自分たちが先行して前庭で残存兵力を引きつけます。その隙にあなた方は離宮内部に突入してください。分かったわ。エイドスの加護。
よしよし、やってくれてるようだな。この隙に建物に突入するぞ。オッケー。了解です。これがエルベリ宮。お城にも負けないくらい豪華だわ。まあ王家の建物だからね。おっと、おいでなすったぜ。なんだ貴様らは。悪党に名乗る名などなし。問答無用で行かせてもらいます。集中するわよ。させない。私の番ね。手加減無用だ。よーし。参る。覚悟するがさせない。お返しだ。行くよ。確実に仕留める。稼働開始。無駄だ。そこまでだ。やっ任せて。捕らえた。そこだ。もっと早く。ここだよエステル。ここが攻め抜きよ。お返しよ。あったまってきた。これはどう？確実に仕留める。全力全開。そこよ。はあ。さあ行くわよ。決めるよ。燃えてきた。よろしくジンさん。こいつはどうだ。そこだ。今だ。よっしゃ。捕らえた。切るんだ。おまけよ。そこまでだ。お返しよ。無駄だ。そこまでだ。お返しよ。お返しよ。いつでも行ける。本気で行くよ。これで終わりだ。さようなら。スタンだ。おまけよ。よーし。これはどう？手加減無用だ。ああ。混合撃。燃えてきた。いつでもいけるぜ。こいつはどうだ。覚悟はいいな。そこだ。天海剣。
姫様たちはどこに捕まってるのかしら。そんなに広い建物じゃない。しらみつぶしに調べていった方が良さそうだ。グズグズしてたら前庭にいる連中も戻ってくる。とにかく急ぐぞ。無駄だ。こちらの手番だ。まとめて片付ける。このまま攻めよう。龍気よ宿れ。続けエッセル。これはどう？支援するぜ。みんな行こうよ行こうよ。これで決める。はっやったこれだけ散れ。崩れたわ。もらった。任せて。一網打尽だ。動くバカ。そこだ。無駄だ。仕留める。お返しよ。参る。気張っていきましょう。せい。抑え。もらった。動くな。僕が相手だ。一網打尽だ。気張っていきましょう。稼働開始。回復するよ。ありがとさん。動くな。くらえ。お返しだ。許さないわ。これはどう？はあ、旋風。さあ行こうよ。了解。任せな。決めるの。付き合い。いつでも行ける。落ち着いていけ。よっしゃ。行くよ。無駄だ。みんな行こうよ。こちらの手番だ。まとめて片付ける。受けてもらうぞ。そこだ。大臣賞。
もらった。くらえ。くらえ。僕が相手だ。一網打尽だ。覚悟するがいい。確実に仕留める。よしわ。肩をつける。任せな。せっせーの、エステル頼んだ。まとめて蹴散らすわ。これで決める。やった。これだけ散れ。崩れたわ。遅い。燃えてきた。させない。終わりだ。お返しだ。いつでも行ける。どんどん行きましょう。本気で行くよ。支援するぜ。はあ。切り裂け。そこだ。もっと早く。下がれ。敵を取るぜ。どんどん行きましょう。助かるわ。しっかりしろ。僕が相手だ。切り裂け。おまけよ。そこだ。あったまってきた。やっ。まさか。なんだ貴様ら。
どこかで見かけたような。こいつら武術大会で優勝した。遊撃士協会の連中か。ま、そういうことだ。素直に通してくれれば見逃してあげてもいいんだけど。なめるな。我らが鉄壁の守り、破れるものなら破ってみろ。終わらせるわよ。当たる。容赦はしない。これは効くよ。手加減無用だ。動くなバカ。無駄だ。こちらの手番だ。砕き散らす。ガンガン行くわよ。気合を入れるわよ。行くわよ。全力。これはどう？これで決める。はっ、やった。オオカ無双撃。崩れたわ。蹴散らすわよ。任せな。決めるわ。燃えてきた。任せて。砕き散らす。これで終わりだ。沈め。なめるな。頼みますじいさん。こいつはどうだ。砕き散らす。そこだ。天海剣。なめるな。当たる。お返しよ。させない。沈め。お返しよ。流れを変える。落ち着いていけよ。稼働開始。よーし。これはどう？これで決める。はっ、やった。オオカ無双撃。スタンよ。おまけだ。はいつでもいけるぜ。こいつはどうだ。覚悟はいいな。お前ら。やっほー、助けに来たわよ。ナイエルさん無事だったみたいですね。助けに来たってマジか。エステルさん、ヨシュアさん、こんなところで会えるなんて。あなたがお姫様なんだ。はじめまして。私たち遊撃士協会の。はじめましてじゃないですよ。エステルさん、
ヨシュアさん、やっと約束通り再会できましたね。ああ、クローゼじゃない。もうエステルさんたらすぐに気づいてくれないなんてひどいです。そんなこと言われてもドレス着て髪伸ばしてるし、一体全体どうしちゃったの？ごめんねクローゼ。エステルってあまり人を疑うことを知らないから。ちょっとそれってどういう意味よ。それがエステルさんのいいところだと思いますから。それよりもヨシュアさん、まだ私をその名で呼んでくれるんですね。うん、君がそう望んでいるような気がしたから本名の方が良かったかな。とんでもありません。ありがとう。すごく嬉しいです。ところでどうしてクローゼがここにいるわけ？それに例のお姫様がどこにもいないんですけど。目の前にいるだろう。その方が陛下の孫娘のクローディア姫殿下だっての。ごめんなさい、黙っていて。本当はエステルさんたちとオートで再会した時に打ち明けるつもりだったんですけど、リシャール大佐に捕まってしまって。でもなんでお姫様が正体隠して普通の学校なんかに？それに私クローゼのことをどう呼んだらいいのか。どうかそのままクローゼと呼んでください。クローディア・フォン・アウスレーゼ。本名の最初と最後を合わせた愛称なんです。そうだったんだ。それじゃあその髪は？これはヘアピースです。さすがに同じ髪型だと学園生活に支障をきたしそうだったので。まったくうかつでしたよ。そのお姿は写真で拝見していたのに、市長邸の事件で会った時にはさっぱり気づきませんでしたからね。ごめんなさい。デュナン王子様やダルモア市長も気づかなかったみたいですし、意外と効果はあったみたいですね。そっか、考えてみれば公爵も親戚なのよね。そうだ、肝心なことを忘れてたわ。そうだったんですか。エステルさん、ヨシュアさん、それにジンさんとおっしゃいましたね。助けに来てくださって本当にありがとうございました。気にしないでよ。捕まってたのがクローゼだと知ってたら頼まれなくても助けに来たし。エステルさん、確かにその通りだね。それに僕たちよりも陛下に感謝した方がいいと思う。自分の身を顧みずに君の救出を依頼したんだから。確かに姫殿下さえ無事ならば大佐の要求を拒否することができる。死すら覚悟されているかもしれませんな。はい、おばあ様はそういう方です。なんとか手を打たないと。今度はおばあ様の身が。茶番はそのくらいにしてもらおうか。お姫様。リアンナちゃん？なんで女の子が？モルガン将軍のお孫さんです。ハーケン門に監禁された将軍を動かすために連れてこられたらしくて。女王陛下に対する君と同じということか。言っておくが、ただの脅しと思うなよ。我ら情報部員、理想のためなら鬼にも修羅にもなれる。
んなことで威張ってるんじゃないわよ。中隊長、取引をしましょう。その子の代わりに私を人質にしてください。おっと、その手には乗りませんぞ。さすがに我々といえど王族を手にかける勇気はない。それと比べるとモルガン将軍の孫娘というのはちょうどよろしい。人質としての価値もあるし、傷つけても問題なさそうだ。あなた方は最低。やれやれ、腐った連中だぜ。なんとでもほざくがいい。そろそろキルシェ通りから巡回部隊が帰還する頃合いだ。親衛隊、遊撃士もろともここで一網打尽にしてくれるわ。ああ、それは無理ってもんね。ここに来る時に私たちが倒しちゃったから。よしよし、もう大丈夫よ。エステル、ヨシュア、ずいぶん久しぶりじゃない。知らねえ。来てくれたんですか。何を悠長に挨拶しておるか。やれやれ、無粋の極みだね。今のはおまけよ。えげつな。って今撃ったのってオリビエさんですか。ピンポーン。いやいや、真打ち登場といったところかな。つくづく突拍子もない兄ちゃんだな。それにシェラザード、ずいぶん久しぶりじゃないか。どうもご無沙汰してます。まさかジンさんがリベールに来てるなんてね。あなたがエステルたちについているって聞いたからあんまり心配してなかったわ。それさすがに買いかぶりすぎってもんだぜ。しかしお前さん、ずいぶん色っぽくなったな。正直見違えたぞ。あら、そうかしら。そこはかとなくジェラシー。僕のことを散々もてあそんでおいてゴミのように捨てるのね。ああ、オリビエ、アイナが会いたがってたわよ。また一緒に飲もうだってさ。ごめんなさい、僕が悪うございました。まったくもう、みんな相変わらずなんだから。でもシェラさん、よくオートに来れましたね。王国軍に関所が封鎖されてませんでしたか。ええ、だからバレリア湖をボートを使って移動したわ。で、オートの鳩場に上陸したわけ。なるほど、考えましたね。でもどうしてまたスチャラカ演奏家と一緒なの？オートのギルドでばったり出くわしちゃってね。すっぽんみたいに離れないから仕方なく連れてきたのよ。はっはっは。こんな面白そうなことを僕が放っておくわけないだろう。ところでそちらのお嬢さんが。紹介するわね。女王様のお孫さんにあたるクローディア姫殿下よ。私とヨシュアの友達なの。はじめまして、お二人とも。助けに来てくださって本当にありがとうございます。お気になさらずに、これも遊撃士としての務めです。美しき姫君を救うのは紳士としての誉れというからね。お会いできて光栄だ、プリンセス。クローゼ、ご無事でしたか。ユリアさん、ジーク。
できて。殿下、よくご無事で本当によかった。ユリアさんも元気そうでよかったです。本当に申し訳ありませんでした。私が不甲斐なかったばかりにこのような苦労をおかけして、できることなら至らぬ我が身をこの手で引き裂いてやりたかった。そんなこと言わないでください。お互いこうして無事に再会できただけでも嬉しいです。助けに来てくれて本当にありがとうございました。殿下、感動してるところちょっと悪いんですけど、なんでジークがここにいるの？ジークは殿下の護衛であると同時に親衛隊の伝令係でもあるんだ。君たちのホテルにも手紙を届けさせただろう。あの夜の。やっぱりそうだったんですか。それでは女王陛下の依頼をユリアさんが知っていたのも。まあ女王宮の陛下から直接ジークを介して教えていただいた。だが殿下がいたあの広間にはジークの侵入できる窓がなくてね、連絡できなくて本当に心配したよ。まったくもう驚かせてくれるじゃない。こらジーク、黙って手紙を置いていくなんてちょっと薄情なんじゃないの？ごめんよですって。まあいいか。ところで特務兵たちはもうほとんどやっつけたの？離宮に詰めていた部隊はほぼ拘束することができた。しかしグランセル城内にはまだ相当数が残っているはずだ。各地の王国軍も未だに情報部のコントロール下にある。下手をしたら反乱軍としてこの場所を鎮圧されかねないわ。うわ、そこまでは考えてなかったわね。そうですね。クローゼだけでも別の場所に避難させた方がいいかもしれません。ならば帝国か共和国の大使館に保護を求めてはどうかな。大使館内は違い封建、簡単に手出しできないからね。さっきの作戦で鹵獲した飛行艇で亡命する手もあるな。根本的な解決にはならんが時間を稼ぐのにはちょうどいい。そうだな。どうお逃がしするべきか。皆さん、この状況で私が遊撃士の皆さんに依頼をすることは可能でしょうか？人質救出のミッションは完了したから大丈夫だと思うよ。もちろん依頼内容にもよるけどね。でしたら無理を承知でお願いします。王城の解放と陛下の救出を手伝っていただけないでしょうか？殿下。そっか、そうよね。今度は女王様を助けないと。正直言ってその話にはなるんじゃないかと思ったぜ。だが姫殿下、その依頼はかなりの難物だ。そうね。ここにいる戦力を全員集めても正面から落とすのは不可能だわ。あの特務艇を使えば可能性はあると思いますが、ただよほどうまい仕掛けが必要になりそうですね。
私に考えがあります。皆さん、これを見ていただけますか？これってどこの地図？王都の地下水路の内部構成を記した古文書です。これに王城地下に通じる隠し水路の存在が記されています。どういうことですの？エルベリキューとの連絡が途絶えてしまっただなんて。親衛隊か遊撃士協会、どちらかに落とされた可能性があるということかな。ぬけぬけと連中を指揮していたのは少尉、あなたでしょうに。これは面目ない。だが済んでしまったことをとやかく言っても詮なきことだ。この上陛下まで奪われぬよう城の守りを固めるべきだろうな。言われなくとも分かっていますわ。城門を完全に封鎖、誰が来ても入れないように。以後は空からの襲撃にのみ備えることにしなさい。了解しました。それと各地の部隊に連絡してエルベリキューに向かわせること。名目は王族を語ったテロリスト集団の鎮圧です。イエスマン。見事なお手並みだ。当然でしょう。新参者のあなたとは違います。閣下の留守は私が絶対に守りますわ。これよりグランセル城解放と女王陛下の救出作戦を説明する。まずはヨシア殿以下3名のチームが地下水路よりグランセル城地下へと侵入。親衛隊の詰め所へと急行し城門の開閉装置を起動する。了解しました。でかい花火の点火役ってところだな。いずれにせよ最終幕の幕開けには違いない。城門が開くのと同時に親衛隊全員と遊撃士4名が市街から城内へと突入。なるべく派手に戦闘を行い敵の動きを城内へと集中させる。ああ、任せてもらおう。よっしゃー、腕が鳴るぜ。そして最後に殿下、やはり考え直していただけませんか？ごめんなさい。おばあ様は私が助けたいんです。それに私は一応飛行艇の操縦ができますから、どうか作戦に役立ててください。こんなことなら操縦方法などお教えするのではなかったか。まあまあユリアさん、クローゼのことなら私たちに任せておいて。銀線の名にかけて必ずやお守りすることを誓うわ。分かった。どうかお願いする。城内に敵戦力が集中した直後、エステル殿以下3名のチームが特務飛行艇で空中庭園に強行着陸。しかる後女王宮に突入してアリシア女王陛下をお助けする。了解。作戦決行は正午の鐘と同時。それまでに待機位置についてくれ。それでは各員行動開始せよ。イエスマン。よしは気をつけてよね。くれぐれも無理しちゃダメなんだから。
気をつけるよ。だから君の方もくれぐれも先走らないように、自分の力を過信しないでシラさんたちと協力すること。分かってる。なんと言っても例の約束だってあるもんね。お互い元気な姿でグランセル城で会いましょう。必ず。ヨシュアさん、隠された水路にはどんな魔獣がいるか分かりません。どうか気をつけてくださいね。分かった。くれぐれも気をつけるよ。エステルのことは心配しなさんな。あんたと今まで旅していろいろと成長したみたいだからね。遊撃士としてだけじゃなくて女としてもみたいだけど。知らねえ。おお、どういうことですか？まだ分からなくていいの？やれやれ、この非常事態になんとも頼もしいガキどもだぜ。まったくだな。さて、そろそろ俺たちは行くぞ。また会おう、子猫ちゃんたち。エイドスの加護。ヨシュア。ねえねえ、お姫様、やっぱりあの子たち旅先で何かあったのかしら。そうかもしれませんね。二人ともとてもいい顔をしてらっしゃいましたから、ちょっぴり羨ましいかな。
始まっちまったか。行くぞドロシー。見晴らしのいい場所を確保するんだ。待ってくださいよ。すぐに韓国オーツをセットしちゃいますから。おいおい、どうしたのかね。3日ぶりに顔を見せたと思ったら、スクープです。リベール通信始まって以来のどでかいスクープなんですよ。城門の開閉装置は親衛隊の詰め所にあります。南側の階段を上りましょう。おう行くとしようか。バカな、侵入者だと。侵入された方は必ずそう言うんだよね。ま、気持ちはわからんでもないが。行きます。僕の番だね。まとめてお相手しよう。逃げ場はないよ。そこだ。フィーバータイムだ。はいそこだ。冴えてきた。任せて。これは効くよ。覚悟するがいい。はあ、急げ。そこだ。隙あり。もっと早く。食らえ。参る。支援するよ。タイト竜王妃。ライジンショー。切るんだぞ。抑え。下がれ。そこまでだ。無駄だ。終わりだ。無駄だ。そこまでだ。まずいな。一網打尽だ。なんとか切り抜けるぞ。ああ、やっ。無駄だ。終わりだ。動くな。無駄だ。そこまでだ。いつでも行けるぜ。まとめて片付ける。軽やかに行こう。覚悟するがいい。連気解放。焦らずに行こう。ジンさん。おお。流線脚。畳みか
ちらん。隙あり。ゴー。任せたオリビエ。まとめてお相手しよう。お見せしよう美の真髄を。響けハウリングバレット。そこだ。はあ、速攻だ吉田君。よしわ。これで終わりだ。沈む。よし、一丁上がりだ。やれやれ、あっけない。今から縄文の開閉装置を操作します。敵が来たら撃退してください。おう、任せとけ。不動の名にかけて誰一人として中には入れん。今こそ天井の門が開くとき、最終楽章の始まりだ。なんだ。おかしいな。完全封鎖と聞いていたのに。バカな。嘘ですわ。どうして縄文が勝手に。タイ殿、いかがしましょう。このままでは敵に城内に入られてしまいます。第一小隊を残して全員限界広間へ急ぎなさい。敵を城内に入れてはなりません。ラジャー。なんたる失態。閣下が戻られる前に何としても撃退せねば。タイ殿。特務飛行艇が。しまった、そちらが本命か。エステル・ブライト、それにクローディア殿下。カノーネ大尉、またお邪魔するわよ。おばあ様を解放していただきます。なめるな小娘ども。これはどう？これで決める。やった！砕け散れ！そこよ。任せてちょうだい。痛くしてあげる。しつけてあげるわ。せい！終わらせるわよ。了解くれ。続いて姫様。これは効きますよ。ジーク、そこよ。もらった。
いつもこいつも姑息なまねばかりさ。この際きっちり引導を渡して差し上げますわ。その言葉そっくりそのままお返しするわ。ここは押し切らせていただきます。終わりだ。動くな。手当てするわ。助かるわ。差し出しなさい。奴隷マル許さないわ。危険よ、慎重にね。みんな行くわよ。乗ってきたわ。お姉さんに従いなさい。おおそれ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 、終わりよ。したいよ。もらったわ。下がれ。情けないわね。立て。生き返ったわ。行こうよ。ご無理はなさらず。危険よ、慎重にね。それ。生き返ったわ。仕留める。ごめん。危険ですね。癒しを。一発目。よっ。みんなごめん。下がれ。仕留める。これはどうかしら。よっ。情けないわね。はっ。一発目。終わりだ。お返しよ。スタンよ。これはどうかしら。女神のあるからよ。動くな。このくらい。何か来ます。警戒を。全力全開。やっ。まさかもらった。みんな大丈夫ですか。ごめん。危機一髪目。よっ。はっ。危険ですね。白き光よ、我らに恵みを与えるわ。これはどうかしら。行きます。今だ。光よ、その輝きで傷つきし翼たちを癒せ。リヒトグライス。ありがとう。危機一髪目。まだまだ。よーし、
せや燃えてきた。やっ乗ってきたわ。ご無理はなさらず。はあ、危機一髪ね。やっ任せてちょうだい。痛くしてあげる。本気で行くわよ。お仕置きが必要みたいね。おおそれ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 、終わりよ。終わらせるわよ。了解です。やーやー絶対にここは通しません。全ては大佐のために。行きます。すごい気迫ね。はい。ですが譲れないのはこちらも同じです。慎重にね。なんとかしないと。おまけよ。苦しませてあげますわ。それそれそれ。はっ姫様。危機一髪ね。差し出しなさい。ドレインマレット。手当てします。ありがとう。許さないわ。差し出しなさい。ドレインマレット。任せてちょうだい。はっそこです。いい感じね。はあこれはどうかしら。情けないよね。行きます。目に物見せてやる。気合を入れるわよ。差し出しなさい。ドレインマレット。癒しは生き返ったわ。行こうよ。差し出しなさい。ドレインマレット。手当てするわ。サンクス。いい度胸ね。女神のあるからよ。はあガンガン行くわよ。慎重に行きましょう。燃えてきた。ここよクローゼ。強気で行くわよ。癒しはサンクス。苦しませてあげますわ。それそれそれ。あったまってきた。全力全開。これで決める。はっやった。これだけ散れ。
くわよ。はっ、終わらせるわよ。お任せください。おまけよ。ありえませんわ。鬼気迫るというか、妙におっかない女だったわね。一体何者なの？リシャール大佐の副官よ。典型的な女狐って感じ。なるほど、そんな感じだわ。さてと、目指すは女王宮ね。はい、急ぎましょう。反逆者ども、のこのこと来よったな。私を新たなる国王と知っての狼藉か。冗談は髪型だけにしなさいよ。あんたまだ国王になったわけじゃないでしょ。なぬ？デュナン公爵閣下ですね。私たちは遊撃士協会の者です。クローディア殿下の依頼で女王陛下の救出に来ました。おとなしくそこを通してくれるとこちらも助かるんですけど。クローディアだと？あの小娘、余計なことをしよって。救難王子様、もう終わりにしてください。王子様はリシャール大佐に利用されていただけなんです。なんだそなたは。クローディアではないか。なんだその髪は、その格好は。やっと気づいたのか。こりゃルーアンで会った時も気づいてなかったわけだわ。よくわからないけど、随分と抜けた人みたいね。黙っていた私が悪かったんだと思います。この私をよくもたばかってくれたな。これだから女という生き物は信用がおけんのだ。小ずるく強量で些細なことですぐ目くじらを立てて、そんなくだらぬ連中に王冠を渡してなるものか。その閣下、今のはまずいのでは。謝った方がいいかと。くだらない連中か。いやはや、見直したわ。このご時世に大した度胸のある発言ね。ごめんなさい王子様。今のはちょっと弁護できそうにありません。これはどう？確実に仕留める。やっ、隙あり。行くわよ。全力で行きましょう。チュッ、ほらシャキッとしなさい。行きなさいエステル。全力で行きましょう。やっ、ここよクローゼ。一斉に行きます。白き光よ、我らに恵みを。ありがとう。まさか次期国王であるこの私に手を出すつもりじゃないだろうな。なんて言ってるけど、どうしよう。おじさまといえば立ちふさがるというのなら聞いてもらうしかありません。とはいえ、それなりに配慮はしないとね。確実に仕留める。
陽の輝きよ。はっ、当たれ。私の番ね。これはどう？全力でいきましょう。はっ、おまけです。隙あり。ここよ、クローゼ。これ。皆さんお願いします。了解。隙あり。そうだ、お前たちに褒美をやろう。行こうよ。これはどう？確実に仕留める。確実に仕留める。おー、せやー。おまけです。隙あり。食らえ。手当てします。サンクス。勝機ありです。これは効きますよ。行きましょう。覚悟してください。確実に仕留める。来て、お願い。おまけよ。まだまだ行くわよ。痛くしてあげる。全力でいきましょう。確実に仕留める。しつけてあげるわ。せい。おまけです。いい感じね。手当てします。ありがとう。そこまでだ。手当てします。ありがとう。許さないわ。全力で。どうや。お返しよ。なぜこんな目に。お返しよ。覚悟はいいかしら。痛くしてあげる。どんどん行きましょう。全力で行きましょう。確実に仕留める。後悔しなさい。お姉さんに従いなさい。おおそれ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 。終わりよ。終わらせるわよ。オッケー。やった。隙あり。やおのれ。苦労で。続いて姫様。これは効きますよ。どんどん行きましょう。来て、お願い。おまけよ。まだまだガンガン行くわよ。
重に行きます。ここが攻め時よ。そこまで許さないわ。慎重に行きましょう。これはどう？捉えた。年始婚。おまけよ。私の番ね。付き合い。決めて、知らねえ。いや。おまけです。思わず公爵まで気絶させちゃったわね。できれば特務兵だけ倒したかったけれど、まあ邪魔したのは事実だし、いい薬になったんじゃない？はい、不幸な事故だと思います。でも気絶したおじさまをこのままにしておくわけにも。公爵閣下。あ、フィリップさん。エステル様、それにクローディア殿下、この度は我が主が迷惑をおかけして申し訳ありません。すべては閣下をお育てした私の不徳の致すところ。どうかこれ以上の罰は私めにお与えくだされ。ちょっと待ってよ。フィリップさん、どうか頭をお上げください。私たちはおばあ様を、陛下をお助けしに来ただけです。もとよりおじさまに何もするつもりはありません。どうか私の部屋でおじさまの手当てをしてあげてください。殿下。実際大した傷はないわ。叩かれたショックで気絶してるだけだから大丈夫。皆様本当にありがとうございます。このご恩決して忘れませんぞ。おばあ様、大丈夫ですか？助けに来ました、女王様。クローディア、それにエステルさんも。ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。ロランス少尉、どうしてこんなところに？私の任務は女王陛下の護衛だ。ここにいても不思議ではあるまい。ふざけないでよね。いくらあんたが腕が立ってもこっちは3人もいるんだから。何こいつ、ずいぶん腕が立ちそうね。一体何者なの？情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉。元両兵上がりで大佐にスカウトされた男よ。ほう、そこまで調べていたか。さすがは S 級遊撃士カシウス・ブライトの娘だ。外部には公表されていない先生のランクを知ってるなんて、こいつただものじゃないわね。お前のことも知っているぞ。ランク C 銀戦シェラザード・ハーヴェイ、近々ランク B に昇格予定らしいな。おばあ様を返してください。もしあなたが大佐に雇われただけなのなら、もう戦う理由などないはずです。この世を動かすのは目に見えているものだけではない。クオーツ盤だけを見ていては歯車の動きがわからぬように。
心せよクローディア姫。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。人々というクォーツから力を引き出すあまたの組織、制度という歯車、それを包む国土というフレーム。そのありさまを把握できなければあなたに女王としての資格はない。面白い例えをするものですね。ですが確かにその通りかもしれません。まさかこの場で国家論を聞くとは思わなかったけれどこれは失礼した。陛下には無用の説法でしたな。なんかよくわからないけど、要するに女王様を解放する気はないってわけね。だとしたらどうする？決まってる。力ずくでも返してもらうわ。そうね、ここまで来た後には引けない。あなたからは敵意は感じられませんけど、おばあ様を取り戻すためなら剣を向けさせていただきます。いいだろう。ならばこちらも少し本気を出させてもらうぞ。銀髪？いや、アッシュブロンドね。どうやらこいつ北方の生まれみたいだわ。北であるのは間違いない。まあここからそれほど遠くはないがな。お前たちが女であろうが手加減をするつもりはない。行くぞ。さあ来るがいい。力なき者に運命は変えられるぞ。こいつ私たちを試すようなことを。ならば示すまでです、私たちの覚悟を。ええ、邪魔をするなら引っ込んでなさい。それ終わりよ。続いて姫様。白き光よ、我らに恵みを。ありがとう。頼みます、エステルさん。これはどう？これがローランス少尉の素顔。前外やさ男風だったわね。けど両手であんなりか。果たしてどこまで。無用な詮索はやめてもらおう。戦いに集中しなければ死ぬぞ。言うじゃない。この気迫、まるで背筋が凍るような。上等よ。このくらいでひるむもんですか。全力全開。これで決める。はっ、やった桜花無双撃。さあ行こうよ。いいわよ。おりゃ燃えてきた。こいつそこが見えない。ヨシュアがいればこんなやつ。あの少年か。意外と脆そうではあるな。何を知ったふうに。あんたなんかにヨシュアのことが分かってたまるもんですか。エステルさん。確かに私が知る道理はない。これは失礼をした。全力で行きましょう。いや必要の力よ。無駄だ。
行くわよ。全力で行きましょう。女神のアルカナよ。これは効きますよ。ジリコ、そこよ。モラド。はよーし。全力で行きましょう。受けてた。おー、せやー。おまけよ。燃えてきた。嵐吹き荒れろ。お返しよ。必要の力よ。はっ。行くわよ。受けてたと。痛くしてあげる。慎重に行きましょう。しつけてあげるわ。せい。必要の力よ。嵐吹き荒れろ。甘い。私の番ね。成敗。くらえ。我が一撃を受けてみよ。気炎山。手当てします。ありがとう。行きます。ここです。光よ、その輝きで傷つきし翼たちを癒せ。リヒトクライス。ありがとう。必要の力よ。はっ。必要の力よ。何か来るわよ。女神のアルカナよ。はっ。厄介ね。これはどう？嵐吹き荒れろ。手当てします。助かるわ。大丈夫？感謝します。砕けろ。許さないわ。これはどう？来い。受けてたぞ。旋風。おまけよ。燃えてきた。乗ってきたわ。覚悟なさい。シルフェンウィップ。終わらせるわよ。オッケー。続いて姫様。モラド。まだまだ。ガンガン行くわよ。これはどう？
受けてたと。気合を入れるわよ。我が一撃を受けてみよ。飛燕山。お返しよ。厄介ね。これはどう？慎重に行きましょう。飛ばすわよ。そこよ。はあ、そこです。はあ、熱砕けろ。危ないところでした。嵐吹き荒れろ。みんなごめん。大丈夫ですか？危機一髪ね。危険ですね。これは効きますよ。危険よ。慎重にね。危ないわ。白き光よ、我らに恵みを。ありがとう。手当てしないと。今だ。光よ、その輝きで傷つきし翼たちを癒せ。リートグライス。ありがとう。危機一髪ね。今です、シェラザードさん。よーし。気合を入れるわよ。行こうよ。これで決める。はっ、やった。桜花無双撃。熱砕けろ。覚悟はいいかしら。来い、受けてたと。いやこれはどう？やっ、そこよ。ほう、ここまで粘るか。勝利への道筋、かすかだけどなんとか見えてきたわね。おばあ様、どうか待っていてください。あと一歩、なんとしても乗り越えなきゃ。お返しよ。行きます。受けてたと。七葉の輝きよ。はっ、まだまだ。嵐よ、吹き荒れろ。手当てするわ。行きます。強気で行くわよ。七葉の輝きよ。必要の力よ、無駄だ。はっ、行きます。強気で行くわよ。来い、受けてたと。
強気でいくわよ。はっ、今です、シェラザードさん。気張っていきましょう。本気でいくわよ。お仕置きも必要みたいね。おおそれ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 、終わりよ。スタンよ、終わらせるわよ。了解です。いい感じね。よーし、これはどう？気合を入れるわよ。よーし、ほー、どりゃはー、いつでもいけます。どんどん行きましょう。お返しよ。はっ、強化するわ。ありがとう。危機一髪ね。手当てするわ。危機一髪ね。吹き荒れろ。お返しよ。このくらい全力全開。危険よ、慎重にね。はあ、混合撃。そこよ。燃えてきた。我が一撃を受けてみよ。飛燕山。お返しよ。みんなごめん。行くわよ。なかなかやる。だがまだまだ。ご無理をなさらず。はあ、そこです。や勝機ありです。これスタンです。おまけよ。なるほど、言うだけはある。驚いたな。まさかここまでやるとは。あんた決勝で手を抜いてたわね。あの時とは桁違いじゃない。こんな化け物によく勝てたわね。信じられません。エステル・ブライト、侮っていたことは詫びよう。お前ならあるいは父親の域まで達するかもしれん。だが今はまだまだだ。クローディア、エステルさん。陛下、それ以上は動かないでいただこう。死ぬような怪我ではない。はあ、その瞳、なんて深い色をしているのかしら。まだ若いのに大層苦労してきたようですね。
女王よ、あなたに俺を憐れむ資格などない。ハーメルの名を知っているあなたには。さてと、そろそろ時間だ。お望み通り女王陛下は返してやろう。大佐を止めたければ地下に急いだ方がよかろう。もはや手遅れだろうが、無用な被害が広がるのを食い止められるかもしれん。地下に？まさかあの場所から地下に降りたということですか？今のあなたならばその意味が嫌というほどわかるはず。彼らを導いてやるといいだろう。それではさらばだ。正気？いない。湖に落ちたのかな。それにしては湖面が波立ってないわ。あの男一体。おばあ様、お怪我はありませんか？大丈夫よクローディア。乱暴なことはされていません。それよりもエステル。よしょ。よかった、無事だったみたいね。エステルの方こそ。リシャール大佐とロランス少尉が城内にいなかったから心配だったんだ。あの赤ヘルムならさっきまでここにいたけど。そこの手すりを越えて飛び降りて逃げていったわ。とんでもない化け物ね、あれは。そうだったんですか。本当によかった、君が無事でいてくれて。よしゅ。陛下、よくそご無事で。ユリア注意。また会えて嬉しいわ。それに皆さんも本当に感謝の言葉がつきません。女王陛下、過分なお言葉ありがたき幸せ。お役に立てたならば幸いです。ですがまだこれで終わりではなさそうですな。城内の特務兵は鎮圧しましたが、良くない知らせが届いています。各地の正規軍部隊が王都を目指しているとのこと。どうやら情報部によってコントロールされているようです。そうですか。失礼ですが時間がありません。どうか今すぐ飛行艇でここから脱出なさってください。いえ、それはできません。それよりもどうやら大変なことになりました。何としてもリシャール大佐を止めなくてはなりません。どういうことですか？昨夜大佐と話をしてみて、ようやく真の目的が分かりました。どうやら彼はオーリオールを手に入れるつもりのようなのです。オーリオール。それってどこかで聞いたことがあるような。古代人が女神から授かったセプトテリオンの一つ。全てを支配する力を持つと言われる伝説のアーティファクトのことですね。ああ、アルバ教授が言ってた。でもそれって教会に伝わってるただのおとぎ話なんでしょ？ふむ、存在するのですね、このリベール王国のどこかに。古き王家の伝承にはこうあります。輝くはいつしか災いとなり、人の子らの魂を煉獄へとつながん。我ら人として生きるがために暗き闇の狭間にこれを封じん。人の子らの魂を煉獄へとつながん。
なんとも不気味な言葉ですな。この言葉は代々の国王への戒めとして伝えられてきました。おそらく輝く輪と呼ばれる何かはその危険性ゆえ王家の始祖によって封印されたのだと推測できます。そして王都の地下から検出された巨大な動力反応、この2つを結びつけて考えたら、王都の地下に輝く輪が封印されている、そう考えるのは自然でしょうね。ええ、大佐もそう考えたのでしょう。輝く輪がどういうものなのかは伝承にも残っていませんが、もしよみがえらせてしまったら大変なことが起きるかもしれません。それこそ過去に起きたという伝説の大崩壊に匹敵する。そんな。参ったわね、こりゃ。女王様、ロランス少尉は地下に行けって言ってましたけど、あれってどういう意味なんでしょう。このグランセル城には不思議な部屋があるのです。特に何も保管されていないのに昔から立ち入り禁止とされた場所。宝物庫のことですか？間違いありません。つい最近ここを頻繁に出入りしたような跡があります。それだけじゃないわ。かなり重量のあるものが運び込まれたような跡もある。おそらく予備の鍵を使って中で何かをしていたのでしょう。調べてみる必要がありそうですね。こんな場所にエレベーターが。こんなものなかったはずなのに。わざわざ大佐が建造させたということか。とするとこのエレベーターで輝く輪が封じられた場所に降りることができるわけですな。ええ、ひょっとしたらこれこそが今回のクーデターを起こした真の目的だったのかもしれません。王城を占領でもしない限りこんなものを作るのは不可能ですから。まさかそんな。ふむ、あり得るかもしれない。どこの国でもそうだが、王権が守る聖域とは不可侵のものだ。それを破るとなればよほど思い切った強硬手段に出る必要があるだろう。いずれにせよこれを使って地下に降りる必要がありますね。まずは動かしてみましょう。どうしたのヨシュア。これは動力的な方法でロックされている。特殊なクォーツを組み込んだ鍵を使わないと動かせないみたいだ。なんですって。そんな、ここまで来て。拘束してある特務兵を締め上げて聞いてやります。どこかに鍵があるかもしれません。ええ、そうした方が良さそうですね。いや、それには及びませんぞ。まさか。まあ、ラッセル博士。アリシア様、ご無沙汰しておりましたな。エステルとヨシュアも元気そうで何よりじゃ。ちょっと、なんで博士がここにいるのよ。ザイスで情報部に追われていたんじゃ。それに博士がここに来ているっていうことは。おじいちゃん、どこにい
ちょろちょろと動き回ってるんじゃねえよ。じいさんもそうだが落ち着きのない一家だな。だってアガトさん。あ、ティータ？やっぱりエステルお姉ちゃん、それにヨシアお兄ちゃん。ティータ。よかった、また会うことができて。ギルドで聞いたらお姉ちゃんたちがお城で戦っているって聞いて、無事でよかったよ。ティータ。ありがとう。心配してくれたみたいだね。アガッタさんもよくご無事でしたね。どうしてオートにいるんですか？いや、ひょんなところで大戸池の貨物船を見つけてな。東大元暮らしを狙って来てみたら騒ぎが起こってるじゃねえか。でエルナンに事情を聞いてわざわざ来てみたってわけだ。おっと、奴からの預かり物もあるぜ。いいのかな？ちゃんと報告してないのに。親衛隊の伝令から大体のことは聞いたみたいだぜ。しかしこんなところでガン首揃えてどうしたんだよ。てっきり残りの特務兵どもをぶちのめせると思ってきたんだが。あんた。お久しぶりです、アガットさん。東大ではありがとうございました。確かクローゼと言ったな。どうしてあんたみたいな学生がこんな場所に嫌がるんだ？どうやら孫娘がお世話になったようですね。私からもお礼を言わせてください。ああ、気にすんなって。単なる仕事のついでだからな。ところでばあさんはこの城の関係者か何かかい？無礼者！この方をどなたと心得る？リベールの国主たるアリシア女王陛下であるぞ。そういえばどっかで見たような気が。やれやれ、相変わらず未熟者じゃのう。んだと？女王様？それじゃあこっちのお姉さんは女王陛下の孫娘のクローディア姫殿下だよ。僕たちはクローゼって呼んでるけどね。クローゼ、この子が博士の孫のティータよ。私たちの妹同然の子なの。そうなんですか。はじめまして、ティータちゃん。私のことはクローゼって呼んでくれると嬉しいです。はい。クローゼさん。あらやだ、この子なんか可愛いわね。私はシェラザード、エステルとヨシュアの先輩よ。シェラって呼んでちょうだい。はい、シェラさん。それじゃあ僕はオリビエお兄ちゃんって。あんたはやめい、あんたは。それはともかく、そのエレベーターが動かなくて困っておるようじゃな。一体どういう事情なのかね。実はおいおい、マジかよ。シャレになってねえぞ。そんなものがこの下に埋まってるなんて。やはりわしが恐れていた通りじゃったか。このエレベーターを使えばその場所に降りられるようじゃな。ええ、ですが特殊な鍵でロックされてしまっています。クォーツを使ったものらしくて。ほうほう、あれか。ちょっと見せてみるがええ。はあ、これはわしが開発したカードキーを応用したものじゃな。
同一の結晶回路を持つカードを差し込まないとロックは解除されん。じゃがこの手の初期型にはプロテクトが実装されておらん。こうして動力圧を調整して回路に特定の負荷を流し込めば。やった、さすが博士。おみそれしました。さすがですね。それでは早速地下に降りてみるとしましょうか。大変です。なんだ、どうした？王都の大門に正規軍の一個師団が到着。情報部の士官によって率いられている模様です。何？もう来たのか。さらに古城から3隻の軍用警備艇が接近中。いかがいたしましょうか。この大変な時に。どうやら私が説得に出た方が良さそうですね。おばあ様。屋上のテラスに出て到着した部隊に声をかけます。ユリア注意、用意をしてください。ですが万が一攻撃されてしまったら。私は彼らを信じます。誤解があったとはいえ彼らもまたリベールの民。私の姿を見て声を聞いてなぜ攻撃することがありましょう。陛下。エステルさん、皆さん、こんなことを頼むのは非常に心苦しいのですが。女王様、それ以上はおっしゃらないでください。リシャール大佐の野望は私たちが食い止めます。どうかお任せください。